はようございます。たかしです。本日は9月27日水曜日、ただいま9時54分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半がドル円になっております。最初にお知らせです。9月30日までポストプライムのプライム登録 75% 割引を実施中です。この期間にご登録いただくと3ヶ月間ずっと 75% 引きでプライム会員をご利用できます。詳細は概要欄にあります。それではポンド円の冷やしからですね。昨日というかここのところじりじりと下落してきておりますね。昨日も陰線ということで、このまんまこの白の水平線 178.478 というこの辺、もしくはこのヒゲ先ですね、176円ぐらいを目指して下落するのかなというところ。昨日もお話ししてましたが、今 GMMA の青帯の下に入ってきてますので、ここから上昇するにしても上値は重くなる。基本的には今4時間足の下落トレンド、ここに4時間して下落トレンドを作っておりますので、そのトレンドの流れに乗っていくっていうのがやりやすいと思います。ただ買い足では分かりにくい動きをしてますので、今は短くトレードするのが良さそうですね。日足ではストキャスティクスは今安値圏に来ておりますので、いつ日足単位での反発が起こってもおかしくない。マクでは弱いですので、基本的には上値は重く下落していくか、もしくは下落基調ですね。少し上げては下落するみたいな、そういう動き方をすると思います。現在は白の水平線の 178.5 付近を目指して下落中なのか、どちらにしても今 GMMA は横向きになってきてますので、現在地付近での大きな枠でのレンジ、こんな感じですね。緑の矢印の感じで大枠でのレンジをイメージしておきたいですね。まずは 178.5 付近までの下落はあり得るんですが、それ以上どんどん下落していくかというと、今のところそういうイメージはありませんので、大枠でのレンジ、そして日足のストキャスティクスは安値圏にあるので、いつ反発してもおかしくないということはお忘れのないようにお願いします。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足には緑のトレンドラインを引いてまして、このトレンドラインにぶつかっては下落っていうのを繰り返しております。ただ直近のこの上昇を見ますと、トレンドラインまでも上昇できてないということは、売り圧力が強いのがわかります。ただここのところ、この4時間足のローソク足見ててもすごくヒゲが多いんですよね。上下にヒゲが出ているので、トレードとしてはすごくわかりにくい、今そういう試合にあるのかなと思います。今ちょうどここですね、この過去の安値というところにオレンジの水平線引いてます。180.590、だいたい 180.5 付近ですね。そのあたりというのが一旦意識されそうですので、そのあたりでどうなるか。現在直近一度その辺付近まで下落して、そこからの反発で再び今下落してきてますので、ここでダブルボトムで上昇していくのか、それともここを下抜けてくると、先ほど冷やしで言っていた白の水平線の 178.5 付近まで下落するのかっていうところを見ておきたいですね。逆に上昇するイメージは、ここでのダブルボトムからの上昇、そしてトレンドラインを上抜けてくるっていうことが必要になってきますので、まずこのトレンドラインを上抜けられない状態の間は、基本的にはこの下落の流れに従っておく。そしてトレンドラインを上抜けてくれば、そこから上昇の準備が始まりますので、その辺から上昇を見ておくのがいいですね。今4時間足もストキャスティクスは安値圏に差し掛かってます。過去、現在地付近でゴールデンクロスしてますので、そろそろ一旦反発上昇しそうなところではありますので、やはり先ほど言っていたここでのダブルボトムは意識しておくのが良さそうですね。では1時間足です。現在の下落トレンドが転換する場合は、こんな緑の矢印でのイメージ、こんな動きをしてくると、ここから下落トレンドが終了して転換していくのかなと。まずは1時間足のこの下落トレンドを止めないといけませんので、先ほど4時間足でお話ししました、ここでダブルボトムになって上昇していくのか、そしてこの直近の高値を超えてくると、そこからは上昇しやすい試合にはなりますが、この辺オレンジの水平線も走ってますので、抵抗体になってくるんですね。なので 182.5 から 183.5 の間、このあたりも揉み合う抵抗体になってきますので、その辺も上値が重くなりそうですが、まずはこの1時間足、今 GMMA ずっと下向きですので、4時間足も下向きでしたよね。なので基本的にはこの下落の流れについていくんですけれども、今はダブルボトム、そしてこの4時間足の水平線 180.5 付近というのも意識されてくると思いますので、本日はこの辺での動きに注目です。ここでダブルボトムで上昇するのか、このような緑の矢印の動きをしてくるのか、それともこのまま下落トレンドが継続するのかっていうところに注目ですね。では日足です。日足はオレンジの平行チャンネルの中で動いております。現在上限までもう少し距離があります。現在地から上昇していった場合がだいたい151円ぐらいになりますので、そのあたりまでの上昇余地があります。ただしこの赤の水平線、過去の高値ですね、その辺付近に差し掛かってますので、この辺で一度停滞してからの上昇っていうことも考えられますので、このままスルスルっと上昇する可能性もありますが、日足のストキャスティクスは高値圏、
MACD は方向感がありませんので、現在地付近で揉み合ってから上昇するということもありますので、昨日なんかも分かりにくい動きをしていたと思いますが、ここのところ結構分かりにくい動きをしているんですね。というのも、日足のストキャスティクスが高値圏にあるからということなんですが、基本的には上昇トレンド中なんですけれども、押しをつけない場合の上昇についていくのは危険ですので、どんどん上昇したとしても焦ってトレードしないことが大切です。では4時間足です。日足のオレンジの平行チャンネルっていうのはこの上の方に見えているラインなんですが、その中で4時間足はこの赤の平行チャンネルの中で動いております。これ過去からずっと大体ですがこういう動きをしてますので、現在その平行チャンネルの上限付近に差し掛かってきてます。昨日も一度上昇しましたが、この平行チャンネルの上限付近が意識されて下落してきておりますので、本日は昨日のこの高値、この上髭の陰線ですね、ここを超えられるかどうかっていうところに注目ですね。そこをローソク足実体ベースで超えてくると、ここからこの赤の平行チャンネルを抜けていく可能性があるんですが、直近の動きを見ていてもこの平行チャンネルざっくりと引いてますので、この辺上抜けとかもあるんですね。上抜けた後騙しで下落していくっていうこともありますので、その辺は注意ですね。基本的には上昇トレンドですけれども、今全然ここ4時間足見ていても押しをつけていないですよね。じりじりと上昇しておりますので、こういう上昇はトレードが難しくなってきますので、しっかりとこういう波ですね、こういった上がったり下がったりという波をしっかり作ってくれると、そこからのトレードはしやすいんですけれども、こういう波を作らない上昇っていうのはトレードが難しくなりますので、その辺は注意ですね。現在は4時間足のストキャスティクス高値圏からのデッドクロス、そして今この調整をしているところですね。本日一旦上昇しそうな感じはしますが、まだ調整は終わっていない可能性もありますので、もう少し上値重く148円後半ぐらいで揉み合う可能性、昨日が揉み合っていたこの辺の場所ですね、この辺りで揉み合ってくる、本日も揉み合ってくる可能性がありますので、その辺を見ておきたい。昨日の高値を上抜ければそこからの上昇をイメージしますけれども、上抜けられなければ昨日揉み合った付近まで戻されてくる可能性も考えておきたいですね。では1時間足です。4時間足も日足も GMMA は上向きでした。1時間足も上向きということで、基本的にはその GMMA に接触したところから上昇してきてますよね。昨日もそうですし、前回ここですね、22日の金曜日もそうです。GMMA に接触してからの上昇になっております。昨日も GMMA に接触してからの上昇ですので、本日はまずは昨日の高値を超えられるかどうか。ただ超えてきても先ほど言いましたように、平行チャンネル上限っていうのが近くにありますので、その辺ですね、現在地からですと 149.4 付近になりますので、だいたい149円のミドルぐらい、そのあたりが意識されてくると思いますので、その辺ぐらいまで上昇してくれば再び平行チャンネル上限からの下落になる可能性もありますし、まずは4時間足のストキャスティクスの過熱感がまだ解消されていない可能性があるのと、1時間足のストキャスティクスも高値圏にありますので、現在はその調整中ですね。ここからもう一度 GMMA に接触してからの上昇になるのか、それとも4時間足の調整をもうちょっとするのであれば、やはり昨日のこのあたりですね、149円手前ぐらいのところ揉み合いになるのか、もしくはもう少し深く下げてくるのでしたら、このあたり 148.5、 この付近の 148.5 付近まで下落してくる可能性もありますので、まずは昨日の高値を超えられるかどうかに注目。超えられないのであれば1時間足の調整の下落に入りますので、ストキャスティクスが今調整に入っていくと考えると、もう一度 GMMA 付近、もしくは昨日安値ぐらいまでの下落は考えておきたい。で、さらにそこから4時間足の調整をするのであれば 148.5 ぐらいまでの下落っていうところは考えておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。